判断が遅い。鱗滝さんの一言。ただ怒っているわけではありません。ここには炭治郎にとってとても大事な意味があります。皆さん、こんにちは。アニメ、鬼滅の刃の物語を通して生きた日本語を楽しく学ぶチャンネルへようこそ。今回は立志編第2話、育て、鱗滝左近次を振り返りながら、日常生活や試験でも役立つ重要なキーワードを詳しく解説していきます。まずはあらすじからご紹介します。時は大正時代の日本。心優しき少年、竈門炭治郎は、鬼によって家族が襲われ、妹の禰豆子が鬼に変わってしまいました。家族の仇を取るため、禰豆子を人間に戻すために、炭治郎は禰豆子と共に旅立ちました。禰豆子を日の光に当たらないように、炭治郎はある村人から竹かごを譲ってくれました。竹かごと風呂敷を使って禰豆子を背負ってさぎり山へ向かいました。日が沈んで禰豆子をかごから出してある村へ立ち寄ったある日、お堂から血の匂いを嗅ぎつけた炭治郎がたどっていくと、そこには鬼が人間を襲っていました。圧倒的な力で鬼が炭治郎を襲いかかったところを、禰豆子が鬼の頭を蹴りました。頭と胴体が離れ離れになった鬼は、頭から手を再生して胴体を取りに行こうとしましたが、炭治郎の頭突きでひるみ、斧ごと木の幹に食い込まれました。髪の毛が絡み、両手が斧から抜け出されない鬼を炭治郎がためらっているところで、天狗の面をつけた老人に肩を叩かれました。その老人こそ、富岡義勇から紹介された鱗滝左近次です。鱗滝が炭治郎に鬼を殺すようにと言います。しかし、心優しい炭治郎がためらっているうちに、火が昇り、鬼は塵になってしまいました。鱗滝がもし妹が人を襲ったらどうするのかと炭治郎に聞きました。再びためらっていると、鱗滝から判断が遅いと平手打ちをしました。妹が人を襲った時にやることは2つ。妹を殺し、自分は腹を切る。鬼を連れて行くというのは、そういうことだと叱ります。鱗滝が炭治郎に、さぎり山の山頂へ案内し、日が昇るまでに麓の家までにたどり着いたら、弟子にするという条件を出しました。山頂から麓の家の間には罠が仕掛けており、炭治郎が人間の匂いをたどって、やっと麓の家に着き、そのまま倒れ込みました。そして、鱗滝が口を開きました。お前を認める。竈門炭治郎と。やっと鱗滝さんから認められましたね。一時はどうなってしまうのかとドキドキしてしまいましたが、今回のワンポイント日本語解説は、判断が遅いです。判断が遅いとは、やるかやらないか迷っている時間がもったいないということ。なぜダメなのかと言いますと、鬼と戦う世界では、一瞬の迷いが自分や仲間の命取りになるからです。日常で例えて説明すると、テストで悩んで時間がなくなったり、ドッジボールで投げるのを迷って当てられたりする状態と言っていいでしょう。鬼といっても、もともとは人間。鬼にも同情してしまう炭治郎にしてみれば、鬼を殺してしまうのもためらってしまう。鱗滝さんの言葉は厳しいけど、実は優しさが込められた言葉であります。今回の話は、炭治郎が鱗滝さんと出会う前の出来事がありました。それは鬼は人を食べる、頭と胴体がバラバラになっても生きている、そして日の光を浴びたら塵になるといった様子が描かれました。富岡義勇からの手紙を読んだ鱗滝さんが、炭治郎を弟子にするかどうかを確かめに行きました。そして、鬼にも見せるその優しさは、時には命取りにもなると教えてくれました。あなたは、炭治郎のこの場面、どう思いますか？ぜひ、この話のご感想やご意見などをコメント欄にて書き込んでください。
未成年の方がコメントを書き込む際は、保護者の許可をもらってください。日本語学習者からのコメントも大歓迎です。事前にコメントをチェックしますのでご了承ください。テレビアニメ、鬼滅の刃は、テレビの他に、Netflix、Amazon プライムビデオ、アメーバ TV などといった各種配信プラットフォームでも配信しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは、毎週日曜日正午に動画を更新しています。鬼滅の刃のテレビ、アニメを通して物語と日本語を深掘りしていきます。復習や学習の習慣として、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。本編終了後のこそこそ話始まるのだ。振り返り解説動画の最後はテレビなどでは教えられない鬼滅の刃の世界をご紹介します。今回のテーマはこちら。大正時代の平均寿命。今のとは違うのか。資料によると、男の人が約42歳、女の人が約43歳くらいだったと言われているわ。短すぎる。僕たちだったらもうすぐおじいちゃんとおばあちゃんになっちゃうのだ。これには理由があるの。昔は赤ちゃんや子供のうちに病気で亡くなってしまう子が今の100倍くらい多かったの。100倍、そんなにいたのだ。平均寿命は生まれてすぐの赤ちゃんはあと何年生きられるかの予想だから、早くに亡くなる子が多いと平均の数字がぐーんと下がっちゃうのよ。ということは鱗だくさんはかなりのおじいちゃんなのだ。言われてみたらそうかもね。みんなは鱗だくさんの年齢は何歳なのかをコメントで書いてほしいのだ。おじいさんに年齢を聞くのは失礼だよ。そんなもん。これでまた一つ鬼滅の刃の世界に詳しくなりましたね。次回のこそこそ話をお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。バイバイなのだ。